奇跡のようにお金が流れ込んでくるシンクロシティマネーの法則。この感覚が大切だったんだ。質問です。あなたはお金という言葉を聞いてどんなことを感じますか？大好きだし得意となりますか？それともなんだか苦手だなとなるでしょうか？最初の瞬間出てきた感覚が今のあなたのお金に対する感覚です。この世界にはお金に不自由な人、なぜかいつも損をする人がいます。かたやいつもお金の巡りがいい人、好きなことがお金になる人もいます。この根本的な違いはどこから来ているのでしょうか？私はこれまで職業や年代、性別に関わらず幅広い層の7000人以上の方に対して自由な自分らしいライフスタイルを送るためのアドバイスやサポートをしてきました。その結果、冒頭で述べたお金に対する感覚の違いがお金に関する現実の違いを生み出しているということが分かりました。お金に対して苦手意識がある人でもほんの少し考え方が変わるだけでお金について分かるという感覚になり、お金から自由になり人生が豊かになっていくのです。サポートを続ける中で痛感したのは、お金に縛られていたり制限をかけてしまったりしている人もたくさんいるということです。そんな人は自分の存在よりもお金の存在の方が強くなってしまっているから、お金のために働くとか、お金に振り回されて好きなことを諦めるといった現実を招いてしまうのです。でもご安心ください。あなたはこの本を読めば不安が消え、お金という存在を好きになり、身近で自分にも扱えるものだという感覚に変わっていることでしょう。あなたが本当に欲しいものは何ですか？奇跡のようにお金が流れ込んでくるシンクロニシティマネーの法則。あなたにとっての富を定義する。年収を倍にしたい。貯金を一桁増やしたい。多くの人はお金がたくさん欲しい、お金を増やしたいと考えていると思います。ここで何のためにお金が欲しいのか、その先を考えてみてください。コンサルティングをすると皆さん最初はお金が欲しいと口にします。でもよくよく聞いてみると、職場の人間関係がストレスだからお金がいっぱい貯まったら会社を辞めたいとか、お金があったら独立して自分のビジネスを始めたいなど、お金の先にある本音が出てきます。すると目的はお金そのものではなく、その先にある豊かさということに気づくはずです。お金は豊かな生活をするための原資、ツールでしかありません。豊かな生活のために必要な原資となるもの。私はそれを富という概念で捉えています。富というと、多くの人はお金や不動産などの金融資産をイメージするかと思います。でも、私の捉えている富はもっと広く、有形のものもあれば無形のものもあります。私にとっての富とは何か、具体的に挙げてみましょう。まず、家族と過ごす時間はかけがえのない富です。妻と子供の笑顔、家族のハッピーこそが私にとっての富そのものです。健康、これも大切な富。それから旅行に行ったりして、そこでゆったりと過ごす時間、あるいは家でのんびりしてゴロゴロする時間も富です。お客さんや自分のコミュニティのメンバーの幸せや豊かさが増えることも私にとっての大きな富です。年収が今の10倍になったとしても、家族と過ごす時間が減ったり、ゲームができなくなったり、お客さんに嫌な思いをさせたりすることになれば、私にとっての富は激減してしまうでしょう。もちろん、お金も重要な富の一部です。でも、お金だけに限定してしまうと、豊かさの波には乗れません。私もかつては一生懸命働いて収入を増やそうと思っていました。実際会社員時代は体が壊れるまで働いていたものです。そんな価値観がガラリと変わったのは武田和平さんとの出会いがきっかけです。
ご存知の方も多いと思いますが、和平さんは卵ボーロで有名な武田製菓、今の武田本社という会社を設立し、また日本一の個人投資家となり、何百億円という資産を築きました。もともとサラリーマンをしていた私は、和平さんの哲学やメッセージを伝えるプロジェクトに関わらせていただくことになりました。和平さんの考える最大の富は、お金ではなく徳でした。徳はとてつもないエネルギーを持った富です。私は和平さんから徳をためよということを徹底して教わりました。実のところ最初はその感覚がわかりませんでした。正直、徳なんかよりお金が欲しいと思っていました。でも和平さんだけでなく、私の出会った豊かな人たちは、みんな働いて収入を増やすというフェーズにいないのです。豊かな人たちは自分が関わる人たちを豊かにしたいという発想で富を貯めていました。そこでようやく分かったのは、お金ではなく、徳も含めた大きな範囲の富こそが大事なのだということでした。大切なのは富の量なのです。好きなことをする時間や家族の笑顔、徳や信用、こうした豊かさに目を向けていけば、富が今の認識以上に存在していることに気づくでしょう。その富の総合形が大事なのです。重要なことはお金だけをターゲットにしないことです。お金がたくさん欲しい、収入を2倍に増やしたいとお金だけを集めようとすると、富の枠が小さくなり、豊かさが生まれる流れになっていきません。富イコールお金というブロックを外し、広い枠組みで富を捉えることが非常に重要になってきます。言い換えれば、富という枠をどこまで広げていけるかが豊かさにつながっていく鍵なのです。ただお金が欲しい、収入を増やしたい、貯金を増やしたいという頭になってしまっている人は、その中身が存在していなくて漠然としているのです。お金という数字は見えていても実態として感じられないため、現実の世界であまりお金が増えないのです。こんな体験をしたい、こんなものが欲しい、こんなところに行きたい、など、その先の豊かさに焦点を持っていける人がお金を増やすことができます。そこにフォーカスすればするほど富の総合形は増え、豊かさの実感も増えていきます。そして面白いことに、今の自分が豊かだと感じるようになればなるほど、お金は奇跡のように流れ込んでくるようになり、物質的にもどこまでも豊かになれるのです。ワーク、自分の富を見つける。子供の笑顔、ワクワクする気持ち、精神的豊かさ、健康、朝自分の目覚めるタイミングで起きること、ぼーっと綺麗なものを眺めているとき、なんとなくでもいいので、あなたにとっての富を思い浮かべてみてください。人によっては特定のシーンが浮かぶかもしれません。人とのつながりを感じる人もいるかもしれません。全く目新しいもの、あるいは身の回りのものかもしれません。旅行をすること、美味しい食事を楽しむこと、整った部屋、ファッションなど自由に思い描いてください。今思い浮かんだ自分にとっての富を書き出し、それを明確に富と認識しましょう。そしてリストアップした自分にとっての富をより豊かさを感じられる順番に並び替えてみましょう。すると面白いことに気づくはずです。お金という存在が自分の中で小さくなっていくという初めての感覚が訪れるからです。これが富を得るためのファーストステップです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は奇跡のようにお金が流れ込んでくるシンクロニシティマネーの法則という本をご紹介します。年末年始にスペシャル動画としてお金に愛される、もっと豊かになるための本をまとめてご紹介しました。どれも本当に素敵な本で、お金に関する視点や考え方がガラリと変わるものばかりでしたよね。ですが、また出会ってしまいました。皆さんが絶対に豊かになってしまう本に出会っちゃったんです。多くは語りません。ただ一つだけ言わせてください。
この本、真実だと思いますよ。著者は堀内康隆さん。システムエンジニアとして設計、開発、運用などに従事しているうちに、コンピューターと人間の悩みが関連することへ注目し、認知心理学、脳科学、コーチングなど様々なテーマを独自に研究し始めた堀内さん。独立後それらを統合し、自分らしさを最大限に発揮する生き方、ライフデザインメソッドを開発され、その受講者は7000名を超えています。そんな彼が豊かさとシンクロして予想を超えた形でお金が手に入るようになる方法、そんな宇宙の仕組みを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。富を生み出す。さて、あなたの中に眠る感覚を目覚めさせ、生活のために働くから自分の富を増やすために行動することにスイッチしていきましょう。ありとあらゆる時間が富を増やす時間です。オンとオフを分けてしまうとこれができず、生み出す富が減ってしまうのです。朝起きて一日過ごすだけで生み出されている富があります。それは豊かな時間であり、家族の笑顔であり、自分の健康といったものです。食事の時間も富ですし、ファッションも富ですし、家の空間も富です。それから好きな人たちと一緒に仕事をすること、好きな人たちと活動することも富であり、そこから入ってくるお金ももちろん富です。サボっている時間だって富は生み出されています。サボってテレビやインターネットをついつい見てしまった時に、しまったと思わなくていいのです。価値ある仕事をやろうが、価値ある仕事をやってなかろうが、何をしていようが、あなたは24時間富を生み出し続けているのです。私は寝ている時間であっても富が増えると考えています。例えば熟睡できれば体力という富が増えます。体力という富を使えばどんなものにも変換できます。体力を使ってお金という富を得ることもできるし、体力を使って遊びに行ってそこで楽しい時間を過ごすという富にも交換できます。それから寝ている間には潜在意識がいろいろと整理してくれて、アイデアという富も生まれます。あなたは一生懸命働こうが働くまいが、寝ていようが遊んでいようが、何をやっていても24時間富を生み出しているのです。この感覚がわかると富は加速していきます。世の中の多くの人はお金がたくさんあって豪華なライフスタイルを送ることが富だと思っているのではないでしょうか。ファーストクラスに乗って高級ホテルを泊まり歩くとか、お金に糸目をつけず買い物をするとか。でも私は自分なりに心理学や精神世界を探求してきて、そうではないということに気づきました。富は我々の内側にあるのです。我々の中に感受性という無限の富の泉があって、それこそが本当の富の正体なのです。お金はインクで印刷された紙に過ぎません。そこに意味を与えているのは私たちの感受性です。お金以外のありとあらゆるもの、夕日に意味を与え、芸術作品に意味を与え、ファーストクラスやスイートルームに意味を与えているのです。富の正体は私たちの感受性が創造したものなんですね。朝起きた瞬間からその部屋、空間を豊かにするかどうかはあなた次第です。それが分かっていなければ、世界一周豪華旅行をしても通帳に1億円振り込まれても豊かになりません。富の正体は我々の内側に眠る富の泉です。無限の富の泉を通じて世界を見ると、ファーストクラスや1億円が初めて真の豊かさに変わります。まずは富は内側にあるという感覚を得ることが大切なのです。
内側にあるものが目覚めた瞬間、すべてが豊かさに変わります。富を循環させて増幅する。富は交換するものです。お金を使って旅行に行く場合、お金という富と旅行という富の交換です。お金を使って食べ物を買うときは、お金という富と好きな食べ物を食べるという富を交換しているわけです。好きな人と過ごすのは、時間という富と好きな人と過ごすという富の交換です。循環といっても別に難しいことは何もなく、ああ、幸せだな、と思えるようなプラスの感情をもたらしてくれるもの、そういうものと交換すればいいのです。富の循環という視点で見た場合、旅行にしても食べ物にしても時間にしても豊かな循環を行うことで富は減らないということがお分かりでしょう。常に交換しているからお財布の中のお金は減ってもその代わりの別の富を手に入れているのです。富は常に変わらないし、むしろ増えていっているわけです。お金を使うと減ってしまうという思い込みがあると入ってくる富が見えてきません。すると、お金を使えば使うほど豊かさが減るからもっと稼がないといけないと思い込んでしまい、なるべくお金が減らないように我慢したり節約したりします。別に節約が悪いわけではないのですが、そのような使い方は往々にして心を満たすようなものではないことが多いのです。その結果、常になんだかお金が足りないという感覚になってしまうのです。お金が足りないという感覚があると、ますます手元にあるお金を守ろうと抱え込むことになってしまい、循環が滞ってしまいます。そうではなく、使うことで増やすのです。お金を使った時に代わりに入ってくる富を感じることができるようになると、使った以上に富が増えるという感覚になり、循環させることができるようになります。これが身につくと、富は減らない、むしろ増えるという感覚がベースになっていき、財布からお金が減っても、むしろ豊かさは増えることが当たり前のようになってくるでしょう。すると、どこへ行っても何をしても、使ったお金という富以上の富が入ってくるようになるのです。ところでほとんどの方は自分のお金と他者のお金を分けて考えているのではないでしょうか。そんなことは当たり前と思いますか？でもこの境界意識が問題なのです。自分のお金は自分のもの、他者のお金は他者のものという意識があると、自分の富を増やすという範囲でしか考えられなくなります。すると人と一緒に何かをしたときにどこかで相手が得をした、自分が損をしたという損得感情が生まれてしまいます。お金だけではありません。時間、能力も同じです。ここで一旦自分のお金、他者のお金という概念を捨ててください。ほとんどの人は自分の枠組みの範囲でしか富を動かしていません。お金だったら自分の財布の中とか貯金だけ、人だったら自分が雇った人といったように自分の枠組みの中でしか動かせないと思い込んでしまっています。しかし富を流す枠組みを広げれば自分が持っていないものでも動かせるのです。これが豊かさをさらに増幅させる秘訣です。だからこそ自分のお金と他者のお金を分けて考えないことが重要となってくるわけです。自分が所有している富しか動かせない間は流せる富は小さいのです。自分が所有していない富を動かせるようになったとき、一気に実現できることが増えていきます。例えば出版なんてまさにこれです。出版社には編集さんがいたり営業さんがいたり流通という富を持っています。著者はその富を使ってコンテンツを世に出しているわけです。逆に言うと出版社はコンテンツという富がない。でも著者のコンテンツという富を使うことによって循環をさせているわけです。私は専業主婦だから動かせる富がないという人もいるかもしれません。でもその場合もパートナーという富を動かしていくことができます。パートナーが外で富を増やして家に入れてくれたら、その富を
家庭の富の総合計が増えるように循環させることができます。パートナーにとっては、自分が仕事でいない間に家が過ごしやすい環境になっているという富、笑顔があふれる場所という富が増えているとするならば、仕事のやりがいという富、パフォーマンスという富が増えて、仕事で生み出す富も増えることになるでしょう。それから、パートナーが働いて生み出した富によってあなたが幸せになったとするならば、それ自体がパートナーにとっての富になっている可能性があります。なぜならば、自分がこの人を幸せにしているという実感が富という男性性を持つ方は多いからです。富の達人とは、まず自分にとっての富が何か分かっていて、それを丁寧に扱っていくこと。さらには周りの富への理解も深めて循環しながら増やしていく人です。富を受け取る。富を受け取るときに最も大事なことがあって、それは予算化することです。なぜならば、予算に応じて入ってくる富が変わってくるからです。そして自分の中で予算化した富は絶対入ってくるようになっています。言い換えると、使い道が決まっている富が入ってくるのです。何が欲しいのか、何に使いたいのか、それに対してどのぐらい必要か、明確に予算化することが重要です。明確に予算化していないと富は入ってきません。では、どのように予算を立てればいいのかということを考えていきましょう。重要な点が3つあります。1つは、今の状態で予算を立てて、その範囲で自分の人生を決めてしまわないということです。例えば、今の年収が400万円だから買える家は2000万円だろうなと決めつけないことです。自分がどうなりたいのか、先に望む人生を決めるのです。それが本気であればあるほど自動的にそのための予算になっていきます。2つ目は明確化すること。お金がなんとなく欲しい、お金があったらこういうことに使いたいみたいなふわっとした感じでは弱いのです。確実にこれだけ使うという前提があることが大事です。3つ目はみんなの幸せを考えるということです。自分の使い道だけで考えると予算が小さくなってしまいます。私で言えば、もしも自分のためだけだったら何にお金を使うかというと、漫画、アニメ、ゲームなどで食事はラーメン、カレーライスぐらいで十分。服も家も特にこだわりはありません。年収で言えば300万円もあればかなりハッピーに過ごせます。でも家族ができてからは私にとっての富が変化しました。妻が安心して幸せに過ごせる家という富、一緒に食事をする時間という富、娘と遊びに行くという富、そういう富が増えました。妻や娘と一緒にいてかっこいい存在でいるということも富になり、ファッションへの予算も増えました。家族を幸せにしたいという思いがあると自分も変化して予算も入ってくる富も拡大していくのです。自由な時間という富を増やしていきたくなり、仕事も自分一人で抱え込むのではなく、スタッフさんや専門家にお願いするようになりました。それによってその人たちが幸せに過ごしていくことも私にとっての富となりました。お客さんの幸福も私にとっては富になり、そのためにビジネスを改良すること、発展させることも富になりました。自分の活動が大きくなっていけばいくほど関わる人が増えて富も予算も拡大していくのです。富を分配する。儲けることを真剣に考えるとみんなの幸せを願うようになり、自然と与える人になっていきます。つまり富を流し増幅させるということです。そこでキーワードとなるのは徳です。私も今まで経済的にも時間的にも人間関係においても豊かな方々から徳を積みなさい。与えれば与えるほど豊かになる。与えた人間が成功する。人を応援しよう。と繰り返し教えられてきました。そこで見よう見まねで徳積みをやってみました。自分の収入を後回しにして
困っている人の仕事をボランティアで手伝ったり、意義のあるプロジェクトに無償で関わったり、そこでどんなことが起こったかというと、何も返ってこなかったのです。人のために自分の時間を使ったのに、私のために時間を使ってくれる人はいないし、人に親切にしても別に私に親切にしてくれる人はいない。お金も時間もただ消えただけ。豊かになるどころか貧しくなってしまったのです。え、なんでとポカーン状態です。与えるほど豊かになるなんて、あの人たちの言っていることは嘘じゃないか、と逆恨みをしたりもしました。でも理解が深まるにつれ分かりました。ただ単に人を無償で応援したり施しをしてもダメなのです。それだと貧しくなって時間もなくなって体力も減っていくだけ。自分の富が減るだけなのです。たわけ者という言葉をご存知ですか？愚か者、おバカさんといった意味ですが、この言葉の語源は田んぼを分ける、たわけから来ているとの説があります。自分が満たされていないのに、自分や家族の食いぶちを分けてしまう人がたわけ者なのです。たわけ者は豊かになれないのです。ではどうすればいいのかというと、自分の富を最優先にすることが重要なのです。自分自身を豊かにしてハッピーにするというのが絶対的に必要なことです。自分自身がまず受け取るのです。まず自分が幸せになって豊かになって好きな人との付き合いが増えていって、嫌なこと、苦手なことをやらないという状態が基本としてできて初めて徳を積む、人に与えることができるようになるのです。自分が満たされた状態で徳を積めば、周りが豊かになってその徳は自分にも返ってきます。結果的に自分にも大きなリターンがあるのです。例えば私がこの本で多くの人に心に響くようなメッセージを送れたとしたら、多くの読者の方の富を増やすことができます。もっと言えば、その読者の方の富が増えることで、周りの人も幸せになって豊かになります。読者の方が支払ったお金より富を増やすことができたら、その分が徳という形でたまります。本というマスメディアは書店を通して全国にどんどん広がるから、徳を自動的に貯めることができます。徳が貯まると、それは現実に何かを動かす力となります。ちょっと大げさに思えるかもしれませんが、これを拡大して宇宙全体にメリットがある存在になれば、宇宙全体が動いてくれます。宇宙にも意識があるイメージです。この感覚に目覚めれば、自然と世のため人のためを思うようになり、富の使い方もみんなの幸せ、利他を考えたものになります。見ている範囲が広くなると、人も自然や地球、宇宙の一部という視点が持てます。おのずと地球環境をより良くしていくことも考えるようになっていくのです。その結果が自分に大きなリターンとなって返ってくるのです。世の中をより豊かにすることで自分が儲かっていく。これぞシンクロマネーです。この仕組みを一言で説明しているのが徳と言えるでしょう。本書の大きな特徴は感覚を扱っているところです。お金に対する感覚や見え方が変わってくると、世界の捉え方や情報の入り方が変わってきます。多くの人がお金がなくなると生きていけないと感じていると思います。お金と自分の生存を結びつけて考えているのです。だから生きていくために最低限稼がないといけない、働かないといけないと感じているのではないでしょうか。それはお金を価値のあるもの、意味のあるものだと思い込んでいるからです。でも本来お金というのは実体がないものです。お金自体はただ金額が印刷された紙であり、文字が刻まれた金属の塊であり、パソコン上のデータです。つまり実体のないものを意味のあるもののように扱っているだけです。本当に価値のあるものというのは、お金と交換したその先にあるものなのです。あなたが本当に欲しいものは何ですか？今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、
本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？ほんの触り程度ですが、富の感覚に触れられたのではないでしょうか。これまではお金というもの自体が豊かさだと思ってしまいがちでしたが、実はそれは大きな間違いで、お金も含めた大きな富の循環の中にいるんですよね。だから目覚めた時に感じた太陽の暖かさだったり、家族が返してくれる笑顔だったり、そういったものも同じように富なんです。部分的にお金というものが媒介しながら、感じるもの、受け取るもの、与えるものすべてが富だと考えると、豊かさの概念がガラリと変わりますよね。これ、人生に相当インパクトがあると思いますよ。本書が面白いのは、数ページごとにワークがあって、自分だったらどうするかをきちんと考えていけるところ。全体を通しで読んで考えていったら、本当にいろいろなことが整理されるし、そうして自分の富を意識した瞬間から富が増え始めると思います。そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。